皆さん、こんにちは。Learn Japanese Radio の小麦です。今回の動画では、日本の美味しい夏の食べ物についてご紹介します。この動画は、夏に日本旅行をしたい方や、日本の美味しい食べ物に興味がある方にとても役立つ動画です。ぜひ最後まで楽しんでください。日本の四季はとてもはっきりとしています。春、夏、秋、冬、それぞれの季節感を楽しもうとするのが日本の文化の一つです。日本の夏は湿気が高く、とてもムシムシしています。そんな夏には食べることで体を冷やしたり、涼しく感じさせたりする食材や料理が好まれます。さらに視覚から涼しさを連想させるよう工夫され、提供される料理も多いです。まず日本の夏といえば、冷やし中華を食べなければ夏は始まりません。冷やし中華という名前なので中国料理かと思われるかもしれませんが、夏料理として定番の日本料理です。中国料理の黎明をもとに1920年代の日本で発祥した料理と言われています。冷やした中華麺を使う冷たい麺料理で、甘酸っぱい醤油ベースのタレが特徴的な料理です。きゅうりやトマト、わかめなどさまざまな食材が麺の上に乗せられ、見た目もどこか涼しげです。卵焼きを細切りにした錦糸卵を乗せるのも冷やし中華らしいトッピングです。夏になると昔ながらの飲食店が店先に冷やし中華始めましたとのれんを出すのをよく見かけます。つるっと弾力のある冷えた麺とタレが夏場に人気の一品です。次にご紹介するのはそうめんです。そうめんは白くて細い小麦粉でできた麺のことで、冷やして氷を浮かべた麺つゆにつけて食べる夏の料理です。とてもシンプルな料理ですが、お好みで薬味のネギや生姜、海苔を合わせて食べるのがおすすめです。そうめんは氷水でキンキンに冷やして冷たい麺つゆにつけて食べます。割った竹の隙間に冷たい水とそうめんを一緒に流し、箸で上手にすくって食べる流しそうめんはとても日本らしい風物詩の一つです。瞬時に目の前を流れてしまうそうめんをお箸でタイミングよくキャッチしなければならない流しそうめんはゲーム性もあり楽しめます。また水の流れは見ているだけで涼しさを感じさせてくれるので夏にぴったりです。夏の暑さにやられてしまうことを夏バテと言いますが、そんな夏バテの状態でもそうめんであればつるつると食べやすいです。食欲が出ない暑い日にぜひ思い出してください。次にご紹介するのは冷やし茶漬けです。まずお茶漬けという日本料理は知っていますか？お茶漬けとは日本の伝統的な家庭料理です。作り方はとても簡単で、温かいご飯にお茶や
だし汁をかけるだけです。お茶には緑茶やほうじ茶を使うことが多く、熱いお茶をかけると香ばしい香りがして食欲をそそります。具材には焼き鮭や梅干し、たくあん、海苔、昆布などを乗せるのが一般的です。汁によりご飯が柔らかくなるので消化によく、病気の時にも食べやすいです。もともとは余ってしまったご飯を美味しく食べるための工夫から生まれた家庭料理で、素材の風味を無駄なく楽しむことができます。そして冷やし茶漬けは冷たいお茶やお出汁をかけて食べるお茶漬けのことです。冷たいですが、お茶や出汁のうまみがご飯に染み込み、さっぱりとした味わいなので、夏にも食べやすいです。夏の食欲がない日にもスルッと食べやすいのでおすすめです。次にご紹介するのはざるそばです。日本の麺といえば有名なお蕎麦も、夏には冷たくしていただきます。これは冷たいそばをざるに盛り、つけだれに浸して食べる料理です。そば粉と小麦粉を練って作られたそばを冷水に入れることで、麺がぎゅっと引き締まり、食感が良くなります。ざるそばを提供する料理店は、そばのつけ汁にこだわっていることが多いです。つけ汁には鰹節や昆布などで出汁を取り、醤油やみりんを加えたさっぱりしたものが代表的です。お好みでネギや海苔、わさびなどを添えてそばと一緒に食べます。抵抗がある人もいるかもしれませんが、日本でそばを食べるときにはズズッと小さく音を立てるのが一般的です。音を立てると香りや風味をより感じやすくなるので試してみてください。次にご紹介するかき氷は料理とは呼べないかもしれませんが、夏になったら食べたくなるデザートの一つです。削った氷にシロップをかけるだけのシンプルなものですが、夏の定番です。シロップはいちごやメロン、レモンなどの味が代表的ですが、合わせて練乳をかけ、贅沢に甘さを味わう人もいます。夏祭りでもよく見かけますが、最近では専門店も増えてきました。専門店では夏祭りなどで見つけられる簡易的なかき氷と比べ、氷をもっとふわふわに作るのが特徴です。また、シロップにも少し変わった味を用意していることが多く、おしゃれです。例えば、私が見つけたものをご紹介すると、宇治抹茶とあんこを乗せたものや、氷にミルクとチョコを混ぜ、ティラミス風味に仕立てたものがありました。どれもとても美味しくて感動しました。かき氷の専門店はおしゃれな店構えになっていることが多く、昔ながらのものとは一風異なりますが、冬にも営業していることが多いです。気になる方はぜひお店を探してみてください。次にご紹介するのはところてんです。ところてんとは寒天を冷やして固めたものです。細く切ってあるのでタレをかけてつるっと食べます。低カロリーなのも特徴です。つけるタレは地域によって異なります。
東京などの関東では酢醤油を使い、さっぱりすっきりと酸味を楽しみます。一方で大阪などの関西では黒蜜をかけて食べることが多いので、関東とは印象が大きく異なり、デザート感覚で楽しめます。日本の高級旅館に行くと、小腹が空いた時用に無料で提供してもらえることもあります。とても夏らしいあっさりした食べ物です。次にご紹介する枝豆は、その名の通り大豆のお豆です。夏に摂れる栄養素のたっぷり詰まった緑色のお豆で、塩を振って茹でることが多いです。暑い日には冷えたビールとよく合います。定番の食べ方としては塩茹でですが、オリーブオイルやガーリックで軽く炒めると食欲をそそる風味がして美味しいです。日本を訪れたらぜひ一度試してもらいたい食材の一つです。今回の動画では日本の美味しい夏の食べ物をご紹介しました。夏は暑さのせいで食欲が湧かない日もあるかもしれませんが、涼しく感じられるよう工夫を施された料理で元気を出しましょう。今回ご紹介した料理や食材の中で皆さんが食べてみたいと思ったものはありましたか？あるいは美味しかったという声もあれば、ぜひコメント欄で聞かせてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録が私の励みになるので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。